こんにちは。デビルメイクライ5スペシャルエディションサウンドチームです。今回はベリーザライトをはじめとする楽曲についてサウンドメイキング秘話をお届けしたいと思います。それでは自己紹介からいきましょうか。はい、では僕の方からさせていただきます。デビルメイクライ5から引き続き担当させていただいておりますコンポーザーの鈴木光太です。今回はミュージックディレクターという役回りで、主には、音楽の全体的な監修であるとか演出を考えたりとかそういったことをしておりました。ちなみに他のシリーズ過去ですと、デビルメイクライ4などで作曲を担当させていただいたりもしておりました。よろしくお願いいたします。はい、続きましてコンポーザーの成田明彦と申します。今回デビルメイクライ5、スペシャルエディションでは、バージルの戦闘曲の、コンセプトを練ったり、まだできた、曲のディレクションとかその曲の実装、あとは、バージルモードのそれ以外の戦闘曲以外の、作曲などをしてました。過去には、ここに鈴木浩太さんと一緒にデビルメイクライ4も、携わっておりまして、その時には、5でのおなじみのニコの、お父さんにあたる、アグナスの戦闘曲とか、独特のダンテとの、ミュージカル調といいますか劇画調のやり取りなんかの部分の曲を、作っておりました。よろしくお願いします。はい、サウンドマネージャーの不破です。入社1年目で、今回、デビルメイクライ5スペシャルエディションで、主に皆さんの、全体的なサポートと、また、収録の、準備など、契約を、担当させていただきました。ちなみに今回、世に出る初タイトルになりますので何卒よろしくお願いいたします。サウンドディレクターの本井です。今作では、全体的なサウンドの監修を行っています。で、前は、デビルメイクライ5で、交換担当をしておりまして、今回初サウンドディレクターを行った感じですね。で、楽曲に関しては、作ったりはしてないんですけど、プレイしながらどんな感じがいいかなとかそういう、話し合い時に参加したりしてました。では早速、ベリーザライトの、誕生秘話など伺いたいと思います。まずデビルメイクライ5で3キャラネロ、ダンテ、V の戦闘曲をそれぞれ専用のものを作って演出していくっていうところが、非常にユーザーの皆さんにも評判が良くて、でチームの皆さんにもすごく評判が良くて、で僕や成田君が、そのプロジェクトに参加する前の段階からもうそのバージンの戦闘曲を作ろうっていうのが決まっておりまして、で加入すると同時にねもうじゃあ考えてくれっていう感じで始まったんですけども、はい、でまずはその、いつのディレクターと、キックオフでその改めてバージルを表すには、どういう要素が必要かっていうのを、いろいろ相談しようということになったんですけども、なんかどんな感じでしたか？そうですね、出雲さんの方から、結構難しいオーダーとして、そのバージルというキャラクターを考えたときに、バージルは、重火器を使わないと、ヤマトとかミラージュエッジっていった、剣を使うので、そういう部分の、こだわりがあると。なのでサビに至るまでは、ディストーションギターは使わないでほしいというふうなオーダーがあったんですね。でこれでかなり悩んだんですけれども、いろいろ練った挙句に、そのバージルっていうキャラクターをもっと考えた時に、あまり焦るキャラじゃないんですよね。ゆったりと歩いていって、で瞬間移動したと思ったから、次にバサッと剣で切るみたいな、でそういう動きを見た時に少しどっしりとした感じのハーフテンポの楽曲の方が合うのかなと。でそうであれば、サビの手前の部分に、ディストーションギターではなくクリーンギターとかを混ぜながらちょっとゆったりめな音楽でもマッチすると。でサビに行った時には、がっつりギターがディストーションギターが入る、こういった楽曲にしてみたいなと。であれば、そのサビに行く手前のゆったりの部分は、なんかささやくようなボーカルにして、でサビに行ったらメタルの、バンドのボーカルが、しっかりとメロディーを歌い上げる、歪んではいるけれどもデス声じゃないみたいな、そういう楽曲になるんじゃないかなというふうに考えたんですね。で、そうなった時にボーカルもまた選ばなきゃいけなくなったんですけども、これがまた迷いましたね。そうですね。いろんなね声を出せる人である必要があったので、そのさっき言ったねささやき声であるとか、そうですね、サビのシャウトであるとか、なので相当なテクニックをね持った方でないとっていうところで、
いろいろ3、4人ですかね、候補。そうですね、3、4人ぐらい、まあコンセプトとしてこちらが提示したのは、そのメタル系の人だけでも、しっかりとしたメロディーも歌えるし、ささやきくような歌も歌えるってことだったんですけども、まあ、その結果4人ぐらいの中から、まあ、みんなで話し合って、まあ、2人ぐらいまでは絞れたんですけれども、まあ、ここはすごく迷ってて、まあ、実際に歌ってくださったビクターさんと、もう1人いたんですよね。でその人もすごい上手だったんですけれども、ちょっとねこう中性的なね感じがしたんですね。線が細いというかとてもうまいんですけれども、でバージルっていうキャラクターを考えた時にその決して、こう中性的なイメージではなくてですね、でかっこいい男、いい年の男っていう感じがね、あると思うんで、そのもう一人の中性的な方の曲ボーカリストを使っちゃうと、もうバージルにこうすね毛が生えてないんじゃないのっていうなんかそんなキャラになっちゃわないかな。まあ実際生えてるか生えてないかは別としてですけど絶対僕は生えててほしいと思ったんで、というわけでねこのビクターさんの方にというわけで真相はわからないですけどね。分かんないですよねというわけでね、このビクターさんに行きます。まあ、結果、まあ、驚くほどマッチしたんでね、本当に良かったなと思ってますね。レコーディングもね、実際ちょっと今回コロナもありまして、現地に残念ながら行くことはできなかったんですけど、もうリモートで立ち会わせていただいて、そうですね、ビクターさんのボーカルもね生で聴かせてもらいながらやりましたけど、すごいねパフォーマンス高かったね。いやびっくりしましたね。そうですね、全然もう問題なく進みましたね。もうなんか本当に聴いてるだけで安心して、取り組めましたね。また一発目からねガンって高いパフォーマンスが出るっていうのはね、なかなか本当に実力のある人でしかできないので、そうですね、こっちがねこう思ってる以上にたくさんのコーラスのテイクとかを取ってましたもんね。それが重なっていくごとにどんどん良くなっていくから、まあ、リアルタイムにもう曲がね出来上がっていってしまってるっていう印象でしたね。また収録の時間もすごい時間でしたよね、あれね。時差がねあるんね、日曜日の朝6時から始まるから、そう5時半に会社に集合っていう。本当ですね、先々電車がなって私も家族に送ってもらいました。僕もチャリンコで来ましたよね。それで結構なんだろう、もちろんね一発目からうまかったんですけど、そのサビになっていくにつれてどんどんこう熱く燃えていくような歌い方とかを途中でオーダーさせてもらったりしても、すごくこう臨機応変に対応してくれて、非常にこうバージルのイメージにバチッとマッチするようなボーカルに、でもボーカルのそのパートがすごい美しいというか素晴らしすぎて、本当にPV を作る時でもそのアカペラのバージョンをちょっと使ったりとか、なんでそういうこともしたりして、本当に素晴らしいボーカルだったと思いますね。また歌詞もね、そう、歌詞も歌詞ね、歌詞考えてくださったのはその作曲してくれたケイシーさんっていうデビル・トリガーでね、前もお世話になった方なんですけど、もうこの方が本当にもうデビル・メイクライが好きで、シリーズが好きで、もうね本当にゲーム以外のところからもいろいろこう考えてくださって、で歌詞もこうバーって書いてあって、でその下にこうなんていうんですかね、こう注意書きみたいなね、これはコミック版のなんとかの部分から取ったあとこういうデビル3の時のこのエピソードから来てますと、もうそれ見てそうだったのみたいな、こっちですら拾いきれてないような情報を、いや本当に素晴らしいですね。すごかったですね。それいつのさんもね、その向こうの意図の文章を読んで何も言わなかったですかね。有無というリテイクなしですもんね。すごくよく分かってくれてて、嬉しそうでしたよね。なんかね、すごい嬉しそうだったですね。ちなみにベリー・ザ・ライトっていう曲名は結構ケイシーさんもこうすごく考えてくれて、その歌詞が最初にバーって全部できて、でいざその先行配信が近づいてきた時にその曲名何にしましょうかっていう話をした時に、ちょっと考えさせてくれっていうことで、かなり1週間ぐらいかな、すごいこう考えてくれて、でベリー・ザ・ライトというね曲名が誕生したという。歌詞の一部ですよね、あれね。そう一番ねいいところですね。大サビのね、ですね。すごいバージルにぴったりの曲名というか、光を埋める的な。そうですね。すごいですね。ネロの逆ですね。成田君とか一緒に仕事してみてどうでした？そうですね。あとやっぱりそのモチベーションがすごい高いっていうのもありますし、ね最初にみんなで打ち合わせをした時に、それこそ緊急事態宣言真っ只中でね、ノート PC 各自多分部屋です、家ですよね。家のリビングとかでノートパソコンでやってっていう時の段階にも
作ってみてるんだけどみたいなね、そうモックアップができててもうでね、きてたからあれと思ってでまあすでにすごいいい感じだなとは思ったんだけれども、まあ何度もいろいろやり取りはしてるけれども、やっぱりこっちのこうしたいっていう思いもちゃんと組んでくれながらね、その自分のやりたいものをしっかり作ってくれてるんで、まあ両方がウィンウィンというかね、お互いにハッピーになれたんじゃないかなっていうのはすごく思いますね。途中にねネロのフレーズを持ってくるアイディアとかね、ありましたよね。あれも多分気づいた方はおっていう感じで、そうですね。まあ最初からケイシーさんに決めたわけではなくて、成田君がねその曲の設計図というかまあ曲調をいろいろ決めていく中で結果的にケイシーさんになったんですけども、そのネロとバージルの作曲者が同じっていうのは結構熱いそうだよね。親子のねところが同じ作曲者っていうのは結構熱いものがありますよね。あとあれですね、やっぱりその前作ってまあ、特に力入れて取り組んだまあ、イントロダクションがあって敵に一発当てたらノーマル部分が始まって、まあ、A メロが始まってでS ランクスタイリッシュランクが S ランク以上になると、まあ、そのサビにつながっていくという、まあ、演出がすごい、まあ、いろんな方から好評だったんですけど、まあ、今回のバージルもその取り組みはしようっていうことになってて、まあ、その辺の理解もすごいケイシーさんはねありましたよね。まあ、このパーツはこういう風に使えるかもしれないって言っても、いろいろくださっていた、今回バージル曲のね組み込みは成田君に全てお任せしたんですけど、なんかその辺もすごくねこだわってやってくれて、そうですね。まあそのバージルの戦闘曲についてのまあ実装の部分ですね、それと最適化についてちょっとお話ししようと思うんですけれども、バージルの戦闘曲ってテンポ的には実は150なんで結構速いんですよね。なんですけれども拍の取り方、拍子の取り方が結構ゆったりで「こんな感じなんですね。でこの中でその、ノーマルの状態ですよね、 S ランクに似てない状態でプレイしてて、そこから S ランクに行った時に一番音楽的に綺麗にサビに行こうとするとすごいタイミングが遅れてしまう。音楽的には一番かっこよくなるんだけれども、プレイをしてる人はサーフィーってなってるのに全然まだサビ来ないなみたいな状態になってしまうんですよね。かといってすぐに切り替えてしまうと音楽的に全然美味しくなくなってしまうと。でその部分でですね、その次の拍なのか2拍後なのか、あるいはその前のサビの手前の部分がノーマルの部分がどのようにフェードアウトするのかとか、そういう調整はものすごい大変で、力入れた、思いがありますね。まあ、それと同時にその、ノーマルの状態から S ランクに行く途中でですね、その A ランクの状態で、鳴っているタム回しとか、あとうわーっていうシャウトみたいなのが入ってる細かいダラ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 っていう断片があるんですけども、それがこうだんだん音量が上がってくるんですけれども、上がり方とか音量とかタイミングとかその辺も非常にこだわった部分ですね。結構締め切りまで粘ったんですよね。悔いがないですね今回は僕は。いやすごいね。あとそのね成田君と一緒にこうゲームプレイをしながら、まあそのタイミングはいろいろ調整したんだけど、まあ2人ともねなかなか S ランクに行けなくてバージル難しいんですよね。難しい。いやまあ僕はもともとねゲームがあまり上手じゃないっていうのもあるんだけども。不具合とか見つけるときも一生懸命いたと思ったけど、どうだったっけみたいな、肝心のチェックすべきところを聞き取れてないみたいなゲームに熱中しちゃってね。熱中しすぎて、そうだから元井さん呼んでね、ちょっと S ランクにすごいんですよ。うまいよね。バンバン行くから。横からもうちょっと A ランクで止めといて。そう。はいって言いながら言ってましたね。僕もねだから最初入った時はねデバッグでなんか。ね、S とか SS とか A とかこう指定できないのって、まあ、一応できるんですよね。できるんだけどそうじゃなくてこうね、遊んでいく過程でね、リアルタイムにどう変化するのかっていうのを見ないと気持ちよさがねわからないですよね。そういろんな人の力が合わさって出来上がったそうですね。ベリーザライトね。ベリーザライト以外にもなんかいろいろ追加曲とかありましたよね。そうですね。まあその辺は2人で手分けしてっていう感じですけれども、まあ、僕の場合にはベリーザライト以外のバージルモードの楽曲っていう意味では、まあ、タイトルスクリーンの曲とか、ミッションスタートの曲とか、挑発とかの曲をやってましたね。まあミッションスタートの曲については、まあ、バージルというキャラクターを考えた時に、
もともとはねネロアンジェロっていうこともあるんで、最初はこう、パイプオルガンとか入れようかななんて思ったんですけれども、今回のバージルってすごい人間的というか人間味があるんで、もうちょっとあの時とは違うっぽさを出したいなと思って、けど高貴な印象があるんで、ちょっとクラシックの要素っていうのを入れたいなと思って、そういうフレーズ、クラシックっぽいフレーズをところどころに、織り交ぜたりしておりまして、あれですね、そのバロック調というよりかは、古典派の、クラシックみたいな雰囲気、それに、ベリー・ザ・ライトを作ってくださったケイシーさんの、フレーズとかサンプルとかねをスパイスとして入れてあって、ちょっとしたね、このケイシーさんとの、コラボ楽曲みたいな側面もあるかなと思いますね。あとは、バージルの長髪の曲ですね。話題になった。元の曲はモーツァルトのレクイエムですね、のディアス・イレになるんですけれども、どうでしたかね。モーションの人がまずドッペルゲンガーが踊ってるモーションくださって、これモーション先に作っちゃってこれに曲いけますかねってちょっと不安がりながらくださったんですけど、もうぴったしに仕上げてくださってね、すごい意外にもちょけた映像だったんでびっくりしたんですけど本当になんかかっこいいとかかっこいいんですけれども、結構ノリノリな感じだったんでね。もともと僕はこのタイトルに入る前がモンスターハンターワールドとモンスターハンターワールドアイスボーンの方にいたんですけれども、モンスターハンターだとね狩猟笛っていう、武器があって、それのねモーションに合わせての楽曲とかも実は作ってたりしたんで、ちょっと似たような部分があるのかなと思いますし、それ以外にもですねモンスターハンターとかで、調理をしている時の曲とか、あれも最初にもう絵ができてて、猫のおばあさんが料理を作ってる絵があって、その動画に合わせて曲をつけるっていう部分で、後付けなんだね。そうなんです。なのでちょっとそういうノウハウは生かしたかなと思いましたね。これのとことかもぴったりですね。だから最初に大まかにつけておいて、これの部分に合うようにテンポをちょっとずつ調整してここだっていうのにね合わせた覚えがありますね。ドッペルゲンガーを最後バージルが切ってレッドオーブをねこう得るっていうのは結構シュールで僕は好きなんですけど。ですね。でちょっとふざけた感じからうまいこといくと、チャって切った後に、サベージってなってバージル戦闘曲のめっちゃかっこいい曲が流れてくるんで、それもなんかまたつながるっていうね趣深いですよね。そのクラシックのアレンジでいこうかって話はしてて、成田君の方からかなりね 10個ぐらいかな候補を出してもらって、その中から一番合いそうなやつをねセレクトしましたよね。そうですね、結構選択肢は多いですもんね。その最初にコーツさんの方から昔のクラシックをねアレンジし直してよち打ちにしたらって案自体はすごいいいけど、広いですもんね選択肢の幅がね。いやでもすごいバッチリハマったかなと思いますね。いい感じになったと思います。ちなみにねこだわりでターボモード、次世代機ではターボモードがあるんですけど、ターボモードにするとその曲もターボになるっていうね。ちょっとだけ速くなるっていうね。そうそこもこだわってね。そうなんですよ。ネロとかダンテとか V も同じようにダンスしたりとか、楽曲流れるやつがいろいろあると思うんですけど、楽曲とセリフは同じスピードになるようにしてありますね。もともとねターボでやったらずれとるわって気づいてね、やるっきゃないっていう。ピッチャー上げてるの？上げない？ピッチャー上げてないです。なるほど。微妙にちょっとスピーディーなダンスが見ることができますね。両方楽しんでみてはいかがでしょうか。その他にも、追加戦闘曲の方も実は入ってまして、こちら例えばデビルメイクライ4スペシャルエディションの、曲であるとか、レッツジャストシーという曲ですかね、こちらの曲であるとか、この曲は実はもともと戦闘曲ではないんですけど、カットシーンの曲だったんですよね。4SE の時のカットシーンですね。オープニングのやつですね。でこれがその戦闘曲として流れてもかっこいいんじゃないかなということで入れさせてもらったりとか、なかなかね、当時から評判が良くてね。で成田君の方でね今回用に特別にループを組んでもらったりとか。そうなんですよ。もともとはそのカットシーンの曲っていうのだけあって何秒ぐらいでしょうね。50秒とかそんなもんなんですよね。でそれを切り張りしてサビのところ2回もう1回にしてとか少し長くしてで綺麗にループするようにしてっていうことで、そのね人気だったカットシーンの曲がなかなか戦闘曲まで昇華するっていうのはね、なかなかないと思うんでね、ぜひプレイしていただけたらなと思いますね。
あとはデビルメイクライ3のね、バージルにゆかりのある曲も2曲入ってますし、あとはその、ゲーム中の曲ではないですけど、ヘビーメタルヘビーロックアレンジの方から1曲移動してもらったりとか、それもないですけどね、華麗なループを取ってくれたり。そうですね8分の1の単位の表紙というかあれで、最後の部分がリタルランドがかかってゆっくりになってっちゃうんですね。なので途中は一回そのテンポを無視してもう枠の数だけでループを取ってましたね。そんな曲たちも入ってます、はい、よろしければどうぞお願いします。はい、ということでデビルメイクライ5スペシャルエディションサウンドメイキング秘話 BGM 編ということでいかがでしたでしょうか。サウンドの思いもいろいろ詰まってますので、その辺も感じながらこれからまた遊んでいってもらえればなと思ってます。はい、ではまた次回も SE 編をお送りしようと思っておりますので、皆様よろしくお願いします。ではでは、さようなら。さようなら。